梅雨時のだるさをなんとかしたい。皆さんこんにちは。雨が多くなるこの時期は頭が重い、なんだかだるい、眠い、やる気が出ないなんてこと多いですよね。寒暖差が大きく湿度が高い今の季節は自律神経が乱れていろんな症状が出やすくなります。そんな時はスパイスを上手に使って体を温め発汗を促すのも大事です。そして今日は疲労回復に効果的なビタミン B1 を豊富な豚肉とビタミン B1 の効果を長く持続させるアリシンを多く含むニラを使ったあっという間にできてしまう一品です。病気とまでは言えない不調を感じるあなたにぴったりのスープです。アリシンの効果的な調理のポイントとニラの最近発表された研究報告もお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。前回の動画でヒハツやターメリックのお話をしました。今日のニラのエスニックスープにはクミンを使っています。クミンはカレー粉に必ず入っているので、初めて使う方でもなんか懐かしい香りと思われるかもしれません。では作っていきましょう。今日のスープの一番のポイントはニラの切り方です。なるべく細かく切りましょう。もう一つはニラを束ねている根元のやや白い部分は捨てないでくださいね。アリシンが葉先の部分の4倍含まれています。アリシンはニラ独特の香りの元になる栄養素です。アリインという形で野菜に含まれていますが、細かく切ることによって野菜の中の酵素に反応して香り成分のアリシンに変化するんです。ニンニクにも多く含まれるアリシンですが、血流を改善して血栓を防いだり発がんの抑制、体の酸化を防ぐことも分かっています。鍋にサラダ油大さじ 1,2 杯を入れて生姜の細切り1かけ分を炒めます。香りが出てきたら豚ミンチ 100g を加えます。豚薄切り肉を細かく切って入れるとより美味しいと思いますよ。豚肉にはビタミン B1 が多く疲労回復に効果的だと言われていますが、熱に弱く加熱することによって3分の1から半分ほどが失われてしまうそうです。そこで活躍するのがアリシンです。アリシンがビタミン B1 と結合してビタミン B1 の効果を持続させる働きがあるんです。豚肉がほぐれある程度炒まったら酒を大さじ2回しかけます。臭みを取りコクをプラスします。完全に豚肉に火が通ればクミンを小さじ4分の1から2分の1ほど加えます。香辛料理に慣れない方は少量から始めてください。ニラも加えます。色よく仕上げたいのでここで塩を加えましょう。小さじ2分の1程度を目安にしてください。アリシンは熱によって実は壊れやすいのですが、油で炒めることによって壊れにくくなります。みじん切りのニンニクを炒めて調理するのも理にかなっているということですよね。全体に油が回ってニラが色よく炒まったら水を 300ml 入れて煮立てばもう出来上がりです。最後に胡椒やヒアツをたっぷり加えると体を温め発汗を促してくれます。今日使ったクミンは消化を促進する働きがあり、食欲の落ちやすいこれからにぴったりの香辛料です。またクミンの香り成分リモネンはリラックス効果があるとも言われています。今日のスープは2人分でニラを1束使いました。ニラには
アリシンのほかベータカロテン、葉酸、カリウムも多く、いろんな角度から体を整えてくれます。ピロリ菌は胃がんの原因になるとも言われ、私も以前に除菌しましたが、近年では抗生物質で除菌できないタイプも出てきているそうです。ところが最近の研究でニラに含まれる香りの主成分がその抗生物質耐性株の除菌にも有効だと分かったそうです。とても簡単なスープですので、皆さんもニラとクミンで不調を感じる前に体を整えてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございます。あなたとあなたの大切な人の少しでもお役に立てたなら嬉しいです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。